どうも B スパイスインクです。今回はポークビンダルーを作ります。ポークビンダルーは豚肉を使ったカレーで、お酢を使い酸味を加えてすっきりとした味わいにしているのが特徴です。クックパッドが予測した2022年のトレンドになる料理にも選ばれて、カレー好きの人の間ではもはや定番と言える料理だと思います。そんなポークビンダルーですが、今回はシンプルながらもしっかりと酸味と辛み、豚肉の旨味、スパイスの風味、そしてほんのりと甘さを効かした味覚が大忙しの飽きのこない一皿となっています。調理ですが、まずは豚肩ロースをスパイスや調味料で漬け込みます。個人的にはお肉はちょうどいいぐらいに脂身が入っている豚肩ロースで作るのが好きですが、こってりした味わいが好きでしたら豚バラで作っても美味しく仕上がります。塩と砂糖とお酢はどれもお肉と漬け込むことで保水力が高まるので、お肉がジューシーになります。味も染みていくので、漬け込んだ状態で冷蔵庫で一晩、めちゃくちゃお腹が空いていても1時間ぐらいは漬け込んでおきたいです。ただ漬け込みすぎても肉々しい素材感がなくなるので、気合い入れてやりすぎは注意です。豚肉の漬け込みが終わったらカレー作りの準備をしていきます。まずは油でホールスパイスをテンパリングします。今回使うのはシナモンとカルダモン、マスタードシードです。マスタードシードは温まってきたら暴れるように弾けてくるので、油で沈めるようにしてやると部屋中がマスタードだらけにならずに済みます。パチパチと弾けてきたらみじん切りにした玉ねぎを加えます。今回アーリーレッドっていう赤い玉ねぎを使ってますが、普通の白い玉ねぎで大丈夫です。アーリーレッドは辛みが少ないので、サラダや生で食べるのによく使われてます。あと使ってるだけでなんとなくおしゃれで料理玄人っぽく見えるメリットもあります。玉ねぎを加えて飴色にしたら、ニンニク生姜を加えて加熱し、青臭さを飛ばした後にトマトを加えます。形がなくなるぐらいまでしっかりと炒めたら OK です。そしたら漬けておいた豚肉を加えます。ここでもしっかりと加熱して、尖ったお酢のツーンとした香りを和らげるのが個人的ポイントかなと思います。しっかりと炒められたら水を加えて一度沸騰させます。その後弱火にして30分ほど煮込みます。チキンカレーなどに比べてちょいと長めに煮込んでます。煮込めたら味見をして、物足りなければ塩で調味します。調味できればポークビンダルーの完成です。ではご飯に盛り付けていきます。ご飯は今日もうるち米にバスマティライスを混ぜて炊いています。仕上げにカスリーメティとセルフィーユと前回ご紹介したミックススパイスのデュカを振りかけたら完成です。いただきます。いや今日も美味しかったです。いろんな風味がするので、口に入れるたびにいろんな味わい方を楽しんでたらいつの間にか全部食べてしまってました。ちょっと漬け込む時間が長くて待ち遠しいですが、その分満足感を味わえるカレーです。お試しいただけたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。